私はもうご存知でしょうね。治療師ですよ。治療師ですけれどもね、私は治療しない治療師ですかね。でこれも先ほどもお話ししたんだけども、私は治療師というよりは調律師かな。神の素晴らしいエネルギーが私を通して働いてます。嬉しいな。で治してるかな。皆さんのちょっとした痛みぐらいだったらまあ即座に取れるかな。これで何を言ってるかというと、皆さんが例えば病気になったとしますよね。でなんで病気になったんだろうってこう考えるんだけど、皆さん自分が選択したからですよ。で私が病気にならないのは、私は病気にならない選択をしてるからですよね。で選択した覚えがないとおっしゃる方がいるとしたら、前世で選択したかな。でさらに言うと、根性で赤ちゃんとして生まれて、この方ですね、生きていく時に無意識のままに選択してるかな。例えば人のことを気に入らない人がいるとしますよね。身の回りの人を全部気に入らない。子供の頃から気に入らない。で気に入らないから当然だけど、怒ってばっかりいる。で怒ってばっかりいるから、これまた当然だけど、そのような食べ物しか食べない。はい、高血圧になりますね。で心臓病になりますね。これね、絶対そうなるって意味じゃないんですよ。そういう選択をしてるということですよ。で私みたいにじくっと考えるタイプの人間はね、胃腸を弱くするんですよね。だから私もそのような体しか持ってきてないので、胃腸が弱い状態で生まれてきて、まあまあまあね、子供の頃はね、ある意味で大変だったんだけれども、江戸川慶史に出会ってからはそのこと分かっちゃったから、私はそれから以降胃が弱いという感覚は全然ない。さらに言うと、私はうん十年胃腸なんか壊したことない。痩せぽっちです。痩せぽっちなのは胃が弱いという選択をしてきたから、胃腸が弱い、消化器系が弱いという選択をしてきたからですよ。漢方的に言うとね、よく考えるタイプなんですね。よく考えるという選択をしたからです。今あんまり考えないようにしてんですけどね。でこれですから、皆さん病気になったらなぜなったのって、私の言葉で言うと、皆さん自分が選択したから、無意識に選択したから、あるいは前世で選択してるから病気になって、それでまた皆さんがね、なんとか治したいという選択をするんだよね。これ見てるとそう、まあ皆さん全員がそうかな。というとね、なんとか治したいという選択をしたことになるので、病気は治らないんです。なんとか治したい。で治ったとしてもまたすぐなんとかして治したい。だから病気になるんですね。それでまたなんとかして治したいとやる。で私は先ほど言いましたように調律師だからねえ、なんとかして治したいじゃなくて、もうご存知でしょうね。私で病気になったら面白がるんですよね。面白いね。こんな病気になっちゃった。で先ほどお母さんって言いましたよね。まあお母さんにしますとこういうことで、お母さん困った、こういう病気になっちゃったね、お願いします。お母さん嬉しいね。お母さんあったかくて気持ちいいよ。でいつもお母さんお母さんって言って病気治すかな。要するにお母さんに調律してるわけです、自分はね。お母さんじゃなくても神様でもいいですよね。でもしよろしければお薬でもいいと思うんですよね。お薬ありがとうありがとうありがとう、もうねお薬本当期待してるよ。期待してるよっていうのはもう効くに決まってるって、こういう意味なんですけどね。というやり方でも構わないと思う。別にそれは人によってやり方によっていろいろなので、私は全然問題にしないんだけれども、だから私は自分の体を治すのとっても上手かな。人の体を治すのも上手だけど、また治すという言葉をうっかり使いましたね。調律するのが上手かな。どうしましょうかね。私でも凝らないということはないんですね。
こう、それから先ほど申し上げましたよね、胃腸が弱いタイプだから漢方を知ってる人はすぐ分かるんだけど、胃腸の系統が足に出るんですね。でこういうところに例えば朝なんか痛いところがあるんですよ。で今も触ってみるとそうですね、こうやって触っていくと、このねすごく痛いところがあるの。この痛いって意味が、こうやって歩いてる分には何も痛くないんだけど、こう触っていくとね痛い部分があるの。でそういう人は私調律屋さんだから面白いね。まず面白がっちゃうからな。で面白がってね、今度は自分の素晴らしいエネルギーがねこう上下してる。仙骨でいうと、仙骨っていうかこの尾てい骨でもいいんだけど、その上に仙骨というところがあって、仙骨から頭のここのところをね、このくらいのなんていうのかな、幅でこうものすごくで上下してると感じるのは、あっさり言うとね綺麗に取れちゃってなくなっちゃった。要するに直そうとしてないんだよね。もう綺麗に取れちゃったんでね、がっかりだけど、こっちにあります。こっちより楽だったんだけれども、言ってみればまたある。ね、ほら面白がるの。面白がるってここで面白がるの。面白いな。面白いね。よしやってやろう。取れちゃった。これで皆さん直してんですよ。知ってる人は知ってますよね。肩こりがありますよって言ったら、まあなんと素晴らしい世界に生きてるんだろう。嬉しいね。で肩こり取れる。皆さんまだ気がついてないと思うんだけどね。私は瞑想会とか治療にお見えになったらやってみせるけど、瞬時で皆さんのこりぐらいなら取れますね。瞬時って言ったけど、わざわざ時間かけて取って、本当はね一瞬で取れてるんだけどね、取れるのにちょっと時間かかると、そういった表現が当たってるかな。取れるのにちょっと時間がかかる。だから私今こう取れちゃいましたけどね、どうしましょうかね。どうか悪いとこない。それでね、悪いとこないんでこんなこと言ってんですよ。こうしてこうやって動くとね、こっち動きにくいんです。私こうやって動くと動きにくい。この辺がちょっと凝っててね、この辺のこう凝ってるんですよね。こんなの取るの楽だね。こうやってほら面白がるの。面白いね。でもっと面白がってやろうかなってこう言ってね、それで面白いから今度は先ほどのねエネルギーペーッと上下してる。でお母さんって言うとお母さんこうあったかい手当ててくれてる。ほらいくらでも行く。ほらいくらこっちは行きにくい。こっちいくらでも行く。これです。